はようございます。たかしです。本日は12月11日水曜日、ただいま7時58分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。昨日も陽線になってますね。ここのところ結構強い上昇をしてきております。以前から言ってますが、現在は上昇トレンド中、こういう上昇トレンドですよね。その中で押しをつけてきて、そこからの上昇になるのかどうかっていうところを見ておりますが、今ちょうど昨日の上昇で GMMA に接触してきてますよね。ということはここから下落していくっていうことも考えられますので、そこはご注意ください。本日 GMMA を上抜けてくれば、そこからはまたこの過去のこの揉み合いのゾーンですよね、ここ。緑のゾーンに入ってくると思いますので、本日は GMMA を上抜けてくるのかどうか。一度 GMMA に接触しているので、ここから反発下落して、こういう動き方をする可能性もありますので、そしてストキャスティクスも高値圏ですよね。なので昨日は強く上昇してきているんですが、本日もどんどん上昇するという考え方は持たない方がいいかもしれないですね。一度、節目には当たっておりますので、一度下落後の上昇というところをイメージ、そして現在目指しているのが過去のこの緑のラインの下限付近になりますので、このあたりですね、196円付近を目指していると考えます。では4時間足です。現在が節目にあるっていうのは4時間足のこの水平線を見てもわかりますよね。ちょうど日足の GMMA に接触、そして4時間足も節目に来ておりますので、ここから一度押しをつけてくる可能性ですね。基本的には上昇トレンドに入っている GMMA の青帯は今まで下向きだったものが、今ちょうどこれ上向きに変わりつつありますよね。ということは GMMA に押しをつけに行く可能性はあるんですが、基本的には上昇方向。このあたりまでの深い押し、ちょうど192円前半ぐらいまでの深い押しの可能性は考えつつ、その可能性を持ちながらもう一段の上昇っていうところは見ておくといいと思います。先ほど言ったように一旦はこの緑の水平線付近を目指す可能性があるんですが、当然今日足の GMMA がここにありますので、日足の GMMA で上値を抑えられれば大きく下落っていうことも可能性としては考えておく必要があります。本日はまずこの直近の高値、このオレンジの水平線ですね、ここを上抜けられるかどうか。上抜けてくればもう一段の上昇が考えられますし、上抜けられなければ一旦ここから GMMA の青帯ですね、このあたりまでの押しをつけに行くという、こういう動き方をイメージしておきたいです。ストキャスティクス高値圏ですので、まずは一旦の下落を待ちたいですね。では1時間足です。昨日の上昇は結構わかりやすかったんじゃないかなと思ってます。一旦このあたりですね、このオレンジの水平線、過去こうやって意識されている、ここもそうですし、ここも意識されてますよね。なので、この水平線ぐらいまで押しをつける可能性があったんですが、ちょっと手前で上昇していきましたよね。これ GMMA の青帯に接触しての上昇になりますので、本来ですとここまでもうちょっとしっかり押しをつけてからの上昇になってくれると、エントリーがしやすかったと思うんですが、GMMA の青帯付近で下げ止まっているのもわかりますので、この辺でエントリーするっていうことも可能だと思います。ただ現在はストキャスティクス高値圏ですし、先ほど4時間足で言っていたターゲット、この直近の高値ですね、この水平線も近いので、一度下落を待って、またこの GMMA、昨日みたいに GMMA の青帯に接触したところからの再上昇というところを待っておくといいと思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は現在 GMMA の青帯は横ばいになってきているんですね。GMMA が横向き。ということはレンジですね。こういう動き方、この GMMA を挟んで方向感なく動く可能性は考えておいてください。もちろんここ直近では上昇方向に動いてますので、このまま GMMA を上抜けてこういう上昇をしていく可能性もありますが、やはりこちらもストキャスティクスは高値圏ですので、こういう大きな上昇をイメージするのではなく、先ほど言ったように上がったり下がったりという方向感のない動きをする可能性を考えておくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯で昨日サポートされて上昇してきておりますので、現在のこの流れが継続するのであれば、今ですとこういう上昇になってきてますので、こういう動き方ですね、をイメージしておくといいと思います。現在はこの直近の高値、ここですね。このあたりを昨日少し上抜けてはきているんですが、抜け方がすごく微妙ですので、しっかり本日上抜けてくればここからのこういう動きが想定できるんですが、もしかすると今これ上抜け失敗での深い押しっていうのを作ってくる可能性、こういう動きも本日は考えられますので、ストキャスティクスも高値圏ですし、当然この下落方向の動きもあり得ると思いますので、そこも注意が必要です。では1時間足です。1時間足はポンド円同様に GMMA の青帯から昨日上昇してきてますので、先ほど言ったようにこのオレンジの水平線で現在止められてますが、基本的な動きとしてはこういう動き方を考えておいてください。もちろんこのオレンジの水平線上抜けてくればそこからさらに上昇していくと考えますので、
で、まずは本日このオレンジの水平線をしっかり上抜けられるかどうか。今の基本の流れとしては上昇トレンドですよね。GMMA の青帯上を向いておりますので、GMMA まで押しをつけたところからの再上昇をイメージしておきたいです。ですので本日はこの1時間足の上昇トレンドを崩すまでは、この流れに乗っていくっていう考え方を持っておくといいと思います。もし本日深めの押しをつけるのであれば、この赤い水平線ぐらいですね。昨日もお話ししていたと思いますが、こことかこの辺の赤い水平線を意識しておく。そして昨日の高値ですね。このあたりを意識しておくといいと思いますので、その辺にアラートを仕掛けておくといいと思います。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますし、アラートで通知を待ってからトレードを検討するというやり方をする方がスマートなトレードができますので、アラートはできるだけ上手に活用していってください。そして使いやすいチャートをお探しの方、トレーディングビュー大変使いやすいので、もしよければ無料でご利用できますし、概要欄に URL を貼っておきますので、まずはご登録をしてみてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。2月からメンバーシップの新規入会の方の値上げをしますので、もしご興味があれば2月までのご入会をお勧めします。値上げ前にご入会をされた場合は、その金額が値上げ後も変わりませんので、値上げ後に入会されるより、値上げ前に入会される方が断然お得ですので、よければお試しください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。